電動昇降トリマーテーブルにジグソーをつけて 3way にしてみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。電動昇降トリマーテーブルです。自作丸ノコユニットを作って 2way となっていますが、これにジグソーをつけて 3way としてみます。丸ノコで天板をカットしている状況です。丸ノコは板厚に合わせて刃の出を簡単に調整できます。ジグソーでの試験カットプレビューです。それでは 3way にした過程をどうぞご覧ください。プランニング。丸ノコの側面図です。ジグソーを重ねてみます。集塵ノズルがテーブルの底面に当たってこれより上方にできません。底板から波長は 41.5mm です。テーブル面まで 17.5mm なので出はわずか 24mm です。これでは使えないのでもう少し上に上げるシミュレーションをします。丸ノコカゴのフレーム下刃まで上げてみました。この状態ではテーブルの底面を 7mm ほど掘り込む必要があります。ジグソー底板をカゴに乗せる形もシミュレーションしてみます。ノズルがカゴのフレームにかかっています。掘り込みも少し深くなります。もう 3mm 上げて天板の上はどうでしょう。天板に底板を乗せた状態です。12mm の PLW はほとんどなくなります。ビスにも問題発生ですが、カゴのフレームにもノズルがかかっています。この部分です。これではフレームを切断しなくてはなりません。刃の出は多くなって良いのですが、結論としてカゴフレームに乗せるこの形しかないようです。掘り込みを浅くするためにもう一工夫してみましょう。このようにノズルを10度ほど変形させてビスを守ります。加工は難しいかもしれませんがチャレンジしてみます。背面はどうでしょう。干渉がないかチェックします。ノズルとブレス、フレームとともに当たってしまっています。なのでこのように補強とフレームの書き込みをします。アルミプレートを加工してブレスの代わりに内側に閉じ込みます。ノズル周りは書き込みをしてこのような収まりになります。この内容で製作を開始します。ブレード受け金具の製作。これから図面に従って刃の受け金具を作ります。これは市販品のスペーサーです。6mm と 8mm の 10L です。8mm の中に 6mm を入れます。そこに 6mm のビスを入れてナットをつけます。完全に締め付けないでスペーサーが回る位置にしておきます。45×55mm2T の
アルミ取り付けプレートです。ここにビスを取り付けます。同様にもう一方も取り付けます。左上に見えるのはプロトタイプの金具です。ボルト間隔が狭いのでナットがギリギリです。ブレードをつけたら再度調整することにして位置を決めて強く締め付けます。ボルト間隔が 11mm なのでワッシャーなしとしています。予定通りの間隔です。これ以上開くとサポートになりません。付属の縁切り用ブレードです。全長 75mm あります。このようになりますが、縁切りの場合は波長が短いので使いません。クロスカットできるようになった丸ノコでアーム用のアルミを切り出します。300でカットしました。アルミアーム30角 ×2T の加工図です。12箇所 5mm タップを作ります。この場所にプレートがつきます。アームにはタップを上げてありますので 5mm のビスで閉じ込みます。あとはフェンスの上に乗せて L 金具でノブを使って閉じ込みます。市販の L 金具です。5mm と 6mm のビスを使うので穴加工しました。5mm のビスを使ってアームに固定します。フレームナットに 6mm のノブで固定します。6mm のノブです。これで移動可能にします。このようになります。アームの長さを 50mm ずつ変えられるように4箇所タップを設けました。ロングタイプの刃です。ジグソーが 6.5mm 下がるので選びました。全長が 135mm あります。定尺より 60mm も長いです。実際に縁切り用の刃を並べるとより長く感じます。ノズルの加工。私の愛用している CJ250 と付属の集塵ノズルです。小規模木工には小回りが効いて便利です。今回これを取り付けようとしています。ノズルを取り付けてみます。この状態から計画図のように曲げ加工しなくてはなりません。ソケット受けレセプターです。木片をドリルで加工しました。差し込み口が熱変形しないように差し込んで熱遮断します。
たまたまあったパイプです。接続口に差し込んで熱変形を防ぎます。この中間あたりにも遮蔽が必要です。遮蔽を確認したら口元の限られた部分のみを慎重に加熱します。遮蔽がちょっと大げさかもしれませんが、このようになりました。この状態で口元の部分を加熱して曲げました。この部分に集中させて加熱しました。図面のようにだいたい10度ほど曲がっています。遮蔽を外して仕上がり状態を確認します。パイプ径が少し小さかったのでテープで太くしています。うまく変形は防げたようです。ホースを接続してみます。うまくつながります。レセプターが役割を果たしてくれました。接合面も変形していません。曲げる前との違いがわかるでしょうか。これで計画通りです。ノズルがぐらつきますが最初からで、接合面が R になっているからです。以前のノズル角が見たい方は9分39秒に戻ってください。この丸い突起が中の受けにはまって固定されます。ノズルの口元が変形していないので接続はスムーズです。テーブルの加工。テーブルとカゴ加工のため T スロットトラックを外します。トリマーって本当に便利です。ビスを避けながら7ミリ掘り込みました。難点は発生する粉塵です。たったこれだけで基上は切りくずだらけでした。カゴの加工。厚さ1ミリのアルミを加工しました。フレームに干渉するところをカットしています。ナット受けにすると取り付けが大変なのでアルミタップ板を貼り付けました。上部ブレスを取り外しました。カッターで書き込み加工したフレームを復元します。ブレスの代わりとなる加工パネルを取り付けます。終わりました。ジグソー定番を取り付けてみます。このタップ加工した4点で固定します。実際に取り付けてみます。全部フレームを外さなくてはなりません。この作業はテーブルを取り付けてからでも当然可能です。ケーブルを引き込み引き出します。
前側から入れていますが、フレームを外すので垂直に取り付け可能です。順次ネジを締めていきます。テーブル取り付け後もこの作業は同じです。できました。フレームビスを付け忘れています。後で付けました。テーブルを復元します。位置は自分で自然に戻ります。T スロットトラックも復元します。ノズル用の書き込みです。寸法的に干渉はないようです。ノズル上部もテーブルと干渉していません。アームの下には支えとして L 金具を取り付けました。試運転。アームを取り付けました。刃を上下させてサポートの具合を確認しています。化粧プレートを取り付けます。早速 PLW を切ってみましょう。オールマイティーなので刃の形状が金属用です。木の切れ味はいまいちですね。これで使えるようになりました。今後もいろいろと試行錯誤してみます。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。